たちが知る歴史はほんの表層に過ぎないのかもしれない。エジプト、ギザ、古代のファラオが眠るとされる巨大なピラミッド群。だが今、その足元で常識を覆す発見が報告された。イタリアとスコットランドの研究チームが最新のレーダー技術を用い、ピラミッドの地下深くに広大な構造物が存在すると発表しました。深さ600メートルを超えるシャフト、巨大な部屋、さらにはピラミッド同士をつなぐ水路の可能性も指摘されており、古代の地下都市、それとも伝説の記録の殿堂なのか、あるいは人類史を変えるはずだった高度なエネルギー技術が権力によって封印、独占され、恐るべき兵器へと転用されてきたという衝撃的な可能性を示唆しているのか。歴史を振り返れば、画期的な技術が葬り去られた例は古代に限った話ではない。例えば天才発明家ニコラ・テスラ。世界にフリーエネルギーをもたらすはずだった彼の夢は潰され、その技術は歴史の闇に葬られたのではないか。そしてアラスカの辺境に現れたハープは本当にただの研究施設なのか。これらの疑問の答えを探る鍵は、誰が情報をコントロールし、そこから利益を得ているのかという視点を持つことである。ピラミッドの地下に眠る構造物、テスラの封印された技術、そして空を操るハープの謎。天候を自在に変え、大地を揺るがし、人の心にすら干渉する力がすでに存在しているとしたら、古代の英知と現代の軍事技術がクロスオーバーする。ミステリーハンター、ハンドくん。こんにちは、ハンドくんです。小太郎です。突然ですが、あなたが信じている歴史や科学、もしそれが巧妙に仕組まれた壮大な嘘だとしたらどうしますか？今回はピラミッドの地下2キロにわたって構造物が見つかったっていう最新の発見か？確かにすげえ話やな。イントロではテスラとハープもクロスオーバーしとるって言ってたけど、どういうことや？それらまた陰謀論やないんか？そう思って画面を閉じようとしたあなた、少しだけ待ってください。で少し待ったのか。ピラミッドの奇妙な噂とかハープをめぐる不穏なニュース、これらよく聞く断片的な情報に結局何が本当なんだともやもやしていないでしょうか。今回の動画は点と点が線でつながると世界の見え方が180度変わる、そんなものになっています。それらは単なるオカルト話やないんか？そう単純に結論付けたら、僕たちの未来を左右するかもしれない真実から永遠に目を背けることになるかもしれません。そこにはどんな真実があるんや？この動画の前後編を最後までご覧いただければ、世界で起きている不可解な出来事の本当の意味を読み解く新たな視点が得られます。陰謀論に興味がない方でも情報リテラシーを高め、真実を見抜く思考の武器を手に入れることができるはずです。そして歴史の常識に疑問を持つ方、テクノロジーの未来とその裏側に興味がある方もぜひ最後までお付き合いください。歴史から抹消されかけた天才ニコラ・テスラの遺産、現代に存在する恐るべき超兵器ハープ、そして古代エジプト最大の謎ピラミッド。これら一見バラバラに見える点をつなぐ教科書には決して載らない禁断の系譜の前編が始まります。ニコラ・テスラの封印された遺産。およそ100年前、世界が直流の明かりに照らされていた時代、一人の男が未来の光を灯した。その名はニコラ・テスラ。交流電流、無線通信、ラジオ、現代文明の根幹をなす技術の多くはこの天才の発明によるものだ。テスラは単なる発明家ではありません。彼は新しい原理を発見したのです。エジソンが既存のものを改良したのに対し、彼は誰も想像しなかった未来を構想していました。しかし世界を変える可能性を秘めた彼の計画は歴史の闇に葬り去られようとしていた。1901年、ロングアイランドにそびえ立った巨大な塔、ウォーデンクリフ。これは単なる無線通信塔ではなかった。テスラの野望は地球全体にエネルギーを無線で供給すること。彼は地球そのものを巨大な導体とみなし、80km 上空の電離層との間でエネルギーを共振させようと考えた。地球にはシューマン共振と呼ばれる固有の周波数
約 7.83Hz が存在します。テスラはこの周波数に同調させた電磁波を電離層に送り込むことで地球規模の定常波を発生させ、世界中どこでもエネルギーを受け取れるシステムを構想したのです。それはまるで地球全体を一つのコンセントにするようなものでした。この壮大な計画には莫大な資金が必要だった。当初金融王 JP モルガンが支援を約束した。しかしテスラの真の目的が世界中の誰もが使えるフリーエネルギー供給にあると知ると、モルガンは冷たく問い放ったという。誰もが電力をタダで使えるなら、電力メーターはどこに設置するのかね。モルガンは電力、導線、ゴム、エネルギーを有料で供給することで莫大な利益を得ていました。テスラの無料エネルギーは彼の帝国を脅かすものだったのです。彼は資金を引き上げるだけではなく、他の投資家にも圧力をかけ、テスラの夢を徹底的に妨害しました。人類を解放するはずだった技術は経済的利権の前に打ち砕かれた。ウォーデンクリフは未完の夢の残骸となった。夢破れ失意の中にあったとされる晩年のテスラ。しかし彼は新たな、そして恐るべき発明を発表する。テレフォース。報道機関はこれを死の光線を意味するデスレイと呼んだ。数百マイル離れた航空機や軍隊を一瞬で破壊できる目に見えないエネルギーの壁を作り出す兵器だという。それは絶望が生んだ妄想だったのか、それとも人類への最後の警告だったのか。そして1943年、ニコラ・テスラはニューヨークのホテルの一室で孤独な死を迎える。テスラの死後、事態は奇妙な速さで動いた。FBI が彼の部屋を封鎖し、研究資料、設計図、メモ、その生涯をかけた成果物を根こそぎ押収したのだ。政府は何を探していたのか。資料は MIT の教授であり、国防研究委員会のメンバーでもあったジョン・トランプ、後の大統領ドナルド・トランプの叔父に送られた。彼は言った。これに実用的な価値は認められない。しかしそれは真実だったのか。価値がないと判断された資料が、なぜその後も長期間機密扱いとされたのか。軍部は水面下で彼の研究、特にデスレイのような兵器転用可能な技術を継承したと考えるのが自然でしょう。最高機密作戦、プロジェクトニック、プロジェクトシーソー。テスラの粒子ビーム兵器研究は闇の中で引き継がれたという。その詳細は今も厚い機密のベールに覆われている。テスラの遺産は人類の未来を照らす光ではなく、国家が独占する力へと変貌を遂げたのかもしれない。ハンド君、ニコラ・テスラって交流電流とかラジオとかすごい発明をした天才なんやろ。その通り。彼がいなかったら現代の電気文明は全く違うものになってただろうな。でもその彼が夢見た世界中に無料で電気を送るっていう計画は金持ちに潰されたってことなんやな。悲劇的な話だけど、そういう側面があったのは事実だよ。さらに晩年にはデスレイ、別名死の光線なんていう兵器にもなりそうなアイデアも発表していた。で、彼が亡くなったら政府が彼の研究資料を全部持っていったってことか。ここまでの情報を整理すると、テスラは画期的なエネルギー技術と潜在的に危険な兵器技術の両方を構想していた。そして彼の死後、その遺産、特に軍事転用可能な部分は国家によって接収され、機密のベールに包まれた可能性が高いということだな。当然といえば当然こうなるよな。そんな技術を一般公開なんかするわけないわな。この闇に葬られた恐ろしい技術は一体どうなったんや。それが次の話につながっていく。それは数十年の時を経て、アラスカの地に奇妙な施設が現れることになる。ハープ。テスラの死から数十年、冷戦の緊張が続く中、アラスカの辺境に奇妙な施設が姿を現した。その名はハープ。180本のアンテナが整然と並び、空に向けて何かを照射する。公式には電離層を研究するための施設と説明された。だがその異様な姿は、かつてテスラが夢見たウォーデンクリフタワーを不吉に彷彿とさせる。これは
単なる偶然なのだろうか。ハープ建設の背後には一人の物理学者の存在があった。バーナード・イーストランド。彼は石油メジャーアーコ社の資金援助を受け、ある特許を取得していた。その特許のタイトルは地球の大気圏、電離層及びまたは磁気圏の領域を改変する方法及び装置である。表向きは売れ残った天然ガスを発電に利用するための技術開発だった。しかし特許に記された内容は単なる電離層研究の域をはるかに超えていた。電離層の特定領域を強力な電波によって性質を変える。これにより通信を妨害し、ミサイルの軌道を変え、さらには天候を操作する可能性まで示唆されていたのだ。特許で議論された応用例には、ミサイルの破壊、通信の制御と妨害が含まれていた。そして、天候を改変する可能性のあるいくつかのアイデアもあった。ハープの建設主体は、DARPA、国防高等研究計画局と米空軍。軍はあくまで基礎的な科学研究であると主張した。しかし、イーストランドの特許の存在を知った地元住民や研究者たちは、軍の説明に強い懸念を抱いた。ある批評家は、軍の説明に対して、こんな皮肉な言葉を投げかけた。待てよ。つまりこういうことか？天才テスラが死んで、政府が彼の死の光線の設計図を盗む。で、うっかりその設計図をなくしたと思ったら、奇跡的にテスラの兵器そっくりの特許を持っている男が現れた。軍はその男にハープとかいうものを建てるためにお金を出した。しかし軍は、彼の特許技術は使っていない。我々が使っているのは別の何かだ、と主張する。何も問題ない。何も見るな、ということか？馬鹿げている。イーストランド自身も晩年、こう語っている。ハープは私の壮大な計画に向けた完璧な第一歩だ。強力な人々が関与している。軍は決して眠らない。彼の言葉は、ハープに隠された真の目的を示唆しているのだろうか。ハープってやっぱ噂通り怪しいな。見た目もテスラの塔に似とるし。外見上の類似性も興味深いけど、注目すべきはその技術的背景だよな。これはバーナード・イーストランドという物理学者の特許が鍵を握ってる。天然ガスの利用のためとか言いながら、特許にはミサイル破壊とか天候改変とかあるわけやろ。そんなことができるって物騒やな。その通り、その特許技術を開発した人物に資金を提供していたのが軍であり、その軍がハープを建設した。つまり、この流れを単純に見れば、軍はイーストランドの特許に基づいた電離層を操作する強力な装置を欲していたと考えるのが自然だな。彼の特許はまさに空を兵器化するためのものってこと。でも軍はイーストランドの技術は使ってないって言ってるんやろ。なんだか矛盾しとるな。そこが最大の謎の一つなんだ。本当に別の技術なのか、それとも都合の悪い事実を隠すための言い訳なのか。軍が真実を語っていない可能性は十分にある。いずれにせよ、このハープがただの研究施設以上の何かである可能性はめちゃくちゃ高いと言えるだろうな。他にも何か公表されてる以上の隠された能力はあるんか？それがさらに恐るべき疑念へとつながっていく。ハープが持つとされる潜在的な能力、それは空や大地だけじゃなく、人の心さえも支配する力かもしれない。ハープの潜在能力。軍は天候を兵器化することを真剣に研究してきた。1996年、米空軍は2025年に天候を支配すると題する論文を発表。ベトナム戦争では人工降雨により敵の補給路を泥沼化させたポパイ作戦を実行していた。ハープが気象を操作するなど SF のように聞こえるかもしれない。その出力は自然の巨大なエネルギー、例えば雷やハリケーンに比べれば微々たるものだ。しかし、カオス理論に基づけば、気象のような複雑なシステムは、初期のわずかな変化が予測不能な巨大な結果を引き起こすことがある。それは、バタフライ効果と呼ばれるものだ。電離層と地表の天候が無関係だという主張は嘘だ。電離層の変動が気象パターンを変えることは分かっている。ハープは
気象システムが変化しやすい臨界点を見つけ出し、そこに正確なタイミングで比較的小さなエネルギーによる一押しを加える。それによって望む方向へ気象を誘導したり、特定の地域に災害をもたらしたりできるのだ。ハープは人間が生んだ最も危険な蝶かもしれない。開発者であるイーストランド自身も、その技術の潜在的な危険性について、後にこう語った。もし適切な周波数で電離層を加熱すれば、そのエネルギーは逆流し、雷の100倍のエネルギーとなって地上を襲う可能性がある。ハープの能力は空にとどまらない。電離層を特殊なパターンで刺激することで、地中や海の深くまで届く ELF 波、超低周波を生成できるというのだ。この ELF 波は潜水艦との通信や地下施設の探知といった軍事目的に有用とされる。しかし、より恐るべき可能性が指摘されている。ELF 波の周波数は地球固有のシューマン共振や人間の脳波とも重なる。そして、もしこの強力な振動エネルギーが地球深部の断層に向けられたとしたら、ハープが生成するとされる ELF 波とは、超低周波の電磁波を指します。波長が非常に長く、通常の電波が遮断される地中や海中をも透過する能力を持ちます。自然界では地球自身が発生させるシューマン共振などにも ELF 帯域の電磁波が含まれますが、ハープは電離層を人工的に操作することで、この特殊な ELF 波を作り出すことができると考えられています。あらゆる物体には固有の共振周波数があり、外部からその周波数の振動を与え続けると、振動が増幅し、破壊に至ることがあります。これを共振破壊と言います。例えば、オペラ歌手がガラスのコップを声で割ることができるのも、この仕組みによるものです。地球の地殻プレートや断層にも、固有の共振周波数があると考えられています。イーストランドは、ハープの巨大なパワーに警鐘を鳴らした。ハープは高照360万ワットを照射する。非常に危険だ。近年、世界各地で発生した大地震。その直前に、震源地の上空で奇妙な電離層の異常が観測され、ハープが稼働していたという不気味な一致を指摘する声がある。ハイチ、四川、そして東日本大震災。当時のベネズエラのチャベス大統領が、アメリカが地震兵器を使ったと非難するような政治的な憶測も呼んだ。中国はこの関連性を調査するために独自の観測衛星まで打ち上げている。ハープは意図的にあるいは偶発的に大地を揺るがす力を持っているのだろうか。そしてハープが持つとされる潜在的な能力の中で、おそらく最も不穏で倫理的な問題を提起するのが人間の精神に影響を与える可能性である。ハープが生み出す ELF 波、その周波数は奇妙なことに人間の脳が活動する際の脳波の周波数帯域と重なっている。つまりマインドコントロールの可能性だ。人間の脳はアルファ波、ベータ波、デルタ波、シータ波など意識の状態に応じておよそ 1Hz から 40Hz 程度の様々な脳波を発しています。そしてハープが生成可能とされる ELF 波の周波数も 1Hz から 100Hz で人間の脳波の主要な帯域と重なるのです。ハープの関係者はアンテナ自体が直接 ELF 波を生成するわけではないと指摘していますが、公開されている文書によれば、ハープは長年にわたって ELF 波に関する実験を行ってきたことが示されています。人間の脳は外部からの特定の周波数の刺激にさらされると、その周波数に同調する傾向があります。これは周波数追従応答または脳波エントレインメントと呼ばれる現象です。外部信号によって脳波を特定の周波数に誘導し、脳内化学物質を変化させることは可能です。つまり理論的には感情を操作したり、思考に影響を与えたり、精神機能を変えるという意味で心をコントロールできるのです。まるで SF の世界だ。しかし、電磁波が脳機能に影響を与える研究は軍も関与する形で実際に行われてきた。カナダのパーシンガー博士は微弱な電磁場が宗教的体験や幻覚を引き起こすことを示した。そして忘れてはならない。かつて CIA は
MK ウルトラ計画と呼ばれる極秘のマインドコントロール研究を行い、その存在を長年否定し続けていた。欧州議会はハープが人間の精神に影響を与える可能性に懸念を表明し、透明性を求めたが米国は応じていない。ロシアの軍事ジャーナルは、心にはファイヤーウォールがないと、人間の精神は外部からの電磁的な侵入に対して脆弱であると警告した。ハープは広範囲の人々の思考や感情を気づかれぬうちに操作する究極の兵器となりうるのだろうか。ハープ関係者の否定はかつての CIA の嘘と同じではないのか。ハープの登場は他国を黙らせてはいなかった。ロシアはスラ、欧州はアイスキャット、そして中国も同様の電離層加熱施設を建設・運用している。国連は環境改変技術の軍事利用を禁止する条約を採択し、ハープに対して懸念を表明してきたが効果は薄い。2002年、ロシアのプーチン大統領は天候を改変できる地球物理学兵器の存在に警鐘を鳴らした。これは明らかにハープを念頭に置いた発言だったとされる。我々の頭上で見えない軍拡競争が静かに、しかし確実に進行しているのではないか。テスラが開けようとしたパンドラの箱は今や世界中に拡散し、人類の未来に暗い影を落としているのかもしれない。ハープって天気を変えたり地震を起こしたりだけじゃなくて、人の心を操ったりできる可能性があるってことか。恐ろしいな。これらの能力は現時点ではあくまで疑惑や可能性の段階であり、決定的な証拠が示されているわけではないけどな。でも気象兵器は実際に過去に使われていたり研究されたりしとるし、地震も大地震の前にハープが動いてたってデータもあるわけやろ。マインドコントロールに関してはハンド君のメンバーシップでも取り上げたけど、昔 CIA が秘密でやってた前例があるわけやしな。全くのデタラメとも言い切れないと違うんか。その通りだな。過去の事例や状況証拠、そして技術的な可能性を考えると完全に否定することも難しい。ちなみにハンド君のメンバーシップではメインテーマのスピンオフや深掘り動画を公開しています。興味のある方は概要欄のリンクからエリアの見学に来てみてください。ここまでの情報を整理すると、ハープは電離層に強力なエネルギーを送ることで、第一にカオス理論に基づけば気象パターンに影響を与える引き金となりうる可能性、これは比較的現実味があるかもしれない。第2に生成される ELF 波が地殻に影響を与え地震を誘発する可能性、これは科学的な証明が非常に難しいけど無視できない懸念として存在している。第3にその ELF 波が人間の脳波に干渉し精神状態に影響を与える可能性、これも現時点では SF 的だけど基礎研究は存在していて倫理的な問題が大きいということだ。そして重要なのはこれらの技術が軍事的に極めて有用であるため、各国が水面下で開発競争を繰り広げている可能性も否定できないという点だよな。考えれば考えるほど恐ろしいな。こんな技術が本当に存在して使われているとしたら、世界はどうなってしまうんや。だからこそ僕たちはこの問題を頭の片隅に入れておくべきなんだよ。 SNS の発達した今、市民レベルでの監視と情報交換が非常に大事になってくる。そして問題を明らかにすることで国際的なルール作りが可能になるはずだ。2025年はいろいろな予言があるけど、特にたつきりょうさんの語る7月の大災難は特徴的やな。彼女は天変地異でありながらも人災だと言ってた。これは気象兵器に当てはまりそうで怖いよな。封印された天才の技術、そして現在に存在する恐るべき兵器の可能性。しかしこの物語はまだ終わりません。冒頭で触れたギザのピラミッド地下に発見されたとされる巨大構造物、これは単なるフェイクニュースなのでしょうか。それとも僕たちの知らない古代の英知、あるいは失われたテクノロジーの証なのでしょうか。そしてもしこれが真実だとしたら、古代の巨大建造物とテスラやハープといったテクノロジーとの間に想像を絶するつながりがあるとしたら、その答えは後編で明らかになります。テスラが夢見た
人類を解放するはずだった技術、それは今国家間の見えない武器となり、我々の空を、大地を、そして心までも脅かしているのかもしれない。ハープが持つとされる天候を操り、大地を揺るがし、人の心さえも支配する力、それは現代科学が生み出した究極の兵器なのか、それとも我々がまだ知らないさらに深い秘密へとつながる扉なのだろうか。ハープが持つ恐るべき潜在能力、しかしその技術の起源は我々の想像をはるかに超える場所にあるのかもしれない。古代エジプトのピラミッド、単なる王の墓ではなかったとしたら、それは地球のエネルギーを利用する巨大な発電所だったのか、失われた古代の英知を治める記録の殿堂だったのか、それとも我々の歴史観を覆すさらに驚くべき秘密があの巨大な石の建造物とその地下深くに隠されているのか。ニコラ・テスラの封印された技術、現代の超兵器ハープ、そして古代の巨大建造物ピラミッド、これらをつなぐ驚愕の線とは。次回後編を見逃さないためにもチャンネル登録とベルマークの通知をオンにして、人類史を揺るがす真実に我々と共に迫ろう。